皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのまみえです。突然ですが、皆さんツイストポーズをするときに腹筋に効いてるっていう感覚、しっかりと感じられていますか？もし感じられていない方は、もしかするとそのツイストポーズ損してるかもしれません。どういうことと思った方はぜひ最後までご覧ください。ツイストポーズはヨガのレッスンの中で必ず出てくるポーズですよね。ストレッチの段階、このあぐらの姿勢の状態で体を軽くツイストするポーズだったり、以前やった半行のポーズだったり、立位の開脚からひねりを加えるポーズ、またひねった椅子のポーズなんかでも有名なポーズだと思います。本来ツイストっていうのは腰で各15度ずつの30度ずつ、胸では各30度ずつの60度ずつ、首で各90度ずつの180度ずつ回旋できることになってます。ただ胸周り、肩周りが柔らかい方っていうのはツイストする時に肩や胸を大きく引いて、特に他の場所は意識せずどんどん後ろに引いてしまう。そうするとね、やっぱり伸びる場所が多くなるので気持ちいいとは思います。呼吸もたくさん入ります。もしその状態が気持ちいいのならば、それでも全然 OK だとは思います。ただし本来のツイストポーズでは骨盤をしっかり固定することが大切です。この骨盤をしっかり意識できるようになると、これからの季節くびれを作りたい、水着を着こなしたいっていう方は特に腹筋がつきやすくなります。骨盤を固定すると腹筋がつきやすくなるし、くびれもしっかりできます。ということで今日はそのポイント、骨盤を動かさない方法というのを詳しく見ていきましょう。ではまず骨盤から動かしてしまう方や、肩、胸周りが柔らかくてどんどん体を反らせてしまう方の動きを見ていきましょう。まず腹筋を使わず骨盤を動かしてしまう方というのは、どちらかのお尻だけが少し後ろにずれてしまう状態になります。そして肩周り、胸周りが柔らかい方はどんどん肩を後ろに引くことで、背骨が床に対して垂直ではなくて後ろに流れてしまうような形、後ろに倒れてしまうような形になります。今度は腹筋を使って骨盤を固定させたバージョンを見ていきましょう。こちらはかなり腹筋を意識して骨盤が意地でも動かないようにしています。そうするとお尻の位置が左右横一直線のままになっているのがわかると思います。あまり手は後ろにつきすぎず、マットに対して背骨を常に垂直に立たせる意識をしてあげるといいかと思います。特に座った状態、このスカーサナだったり半行のポーズをするときに、目に見えてどこかずれているから自分で直そうっていうのも分かりづらいですし、頭の中でこれは腹筋を使えてないとか骨盤がずれているなっていうのが分かっている方っていうのもやっぱり少ないです。なので自分の限界、どこまでがツイストの限界なのかっていうのを把握するために、一度正座になってチャレンジしてみてください。正座の形は以前もお伝えした通り、できればつま先まっすぐ、かかとの上にお尻をちょこんと乗せるようにしていきましょう。足は重ねずまっすぐに伸ばしていきます。この正座の形が作れたら、ここからツイストをします。胸の前で合掌して、腰の骨から頭に向かって順番に右側にツイストさせていきましょう。そう、ここから膝は絶対にずらさない。そしてすねも浮かせません。今左のすねがちょっと浮き上がりそうな方はいつもの癖が出てます。骨盤がずれそうになっているので、すねは絶対に床から浮かさない意識でツイストしていきましょう。そして最後に首をひねっていきます。これが今の自分の限界、人間の体の限界だと思います。吸う息でできるだけ背中を伸ばす。吐く息でさらにツイストを深めていきますが、これも膝はずらさないように気をつけます。いつも自分の後ろより反対側が見えている方っていうのは、多分今真後ろがギリギリ見えてるか見えてないかくらいの形になってると思います。これが本来のツイストのいける限界だと思いますので、それをしっかり覚えておきましょう。今体のどこが効いているのかっていうのをしっかりと染み込ませていきます。今度は立位のポーズで見てみましょう。立位のポーズではひねった椅子のポーズっていうのが一番おすすめです。ひねった椅子のポーズだと骨盤がずれていると膝も一緒にずれてきます。なので自分で目視しながら確認しながら、自分の骨盤が今ずれていないか、そして骨盤正面に向いている時とその時の体の状態、その感覚を一致させる練習に一番もってこいなのがひねった椅子のポーズなので、ぜひ練習してみてください。ひねった椅子のポーズで
特に骨盤のズレを考えずにただただツイストしていくと膝の位置が横一直線からずれていきますね。ひねった側と反対側の膝が前に出てきます。しっかりと腹筋を使って骨盤をずらさないぞっていう意識でツイストしてあげると膝は横一直線のままキープできます。こうやって座った状態や立ったポーズで骨盤をずらさないでツイストするっていう練習をたくさんしてみてください。その練習をすることによって骨盤をずらさない時の体の使い方やその時の体の感覚がまず体にグッと染み込んできます。そういった体の使い方を覚えられると今度目で見て確認できないポーズだったり、例えばひねった立位開脚前屈のポーズっていうのも以前やりましたが、そのポーズは足の裏の情報だけで骨盤がずれていないかっていうのを確認しなきゃいけない難しいポーズなんですよね。そういうポーズでもしっかりと骨盤をずらさずに練習できると思います。そう、ひねった立位開脚前屈のポーズは両足に均等に体重が乗っているかどうか、それだけの情報しかないので、感覚だけ目で見てもわからないし、本当にすごいちっちゃい場所の情報からね自分の体の情報を拾わなきゃいけないのでちょっと難しいとは思うんですけど、シンプルな基本なポーズから練習してあげるとそういう目で見てわからないポーズもねしっかりとツイストを深めてあげることができますので、ぜひ練習してみてください。ではこの動画が分かりやすかった、参考になったという方はいいねボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。また何かわからないところとか、リクエストもあればぜひ気軽にコメントください。では胸の前で合掌していきましょう。この後の時間が皆様にとってより穏やかで素敵な時間となりますように。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。